まだ空が明るくなる前、私たちの一日はランニングから始まる。食べてばっかで運動不足になりがちなクルーズ内。やっぱりクルーズ旅といえばランニング。実はこれ憧れてました。朝のランニング気持ちいいですよね。ちなみに私たちは毎日2万歩近く歩いてました。全然運動不足じゃない。そんな広いアドベンチャー号ではランニングトラックの他にフィットネスセンターでトレーニングや朝早くからヨガが行われています。朝の運動を終え朝食タイム。それでは3日目の朝食は昨日の夜利用したナビゲーターズクラブでいただこうと思います。こちらのレストランは朝食ビュッフェではなくて注文式で、こういうね朝食のメニューがあるのでこれを注文していただきます。テーブルサービスの朝食でございます。パンはサーバーさんが回ってきて好きなものをチョイス。馬車コーヒーもいただけます。魅力的なブレックファーストでストロベリーヨーグルトとスモークサーモン、エッグベネディクト、キッズメニューからミッキーワッフル、この後バターミルクパンケーキもやってきます。他にもシグネチャーメニューの DCL エクスプレスも気になったんですが、この後爆食が待っているのでこの辺りでやめておきます。まだ食べたかった。一箇所だけ朝食を選べと言われれば私はここです。テーブルサービスなだけあってお料理のクオリティも高くどれも美味しいです。ただ良くも悪くもテーブルサービスそれなりに時間がかかるのと、朝食開始時間が他のレストランより遅いので朝早くから予約がある方、早く朝ごはんを食べたい方は他のレストランをおすすめします。3日目の今日はグリとショーを堪能します。ガーデンステージではセルフィー大会が開催。午前中はダッフィー&フレンズ。昨日行われていたダッフィー&フレンズのショーを見逃したのでセルフィーがあってよかったです。お部屋からセルフィーです。1回目と2回目でキャラクター違うね。なんか総入れ替えみたいな感じ。ありがとう。ステラルーが気づいてくれた。来てくれた。なんとダッフィーとジェラトーにも気づいてくれて確定ファンサいただきました。時間によってキャラクターや組み合わせが違うのも嬉しいポイント。そしてウェイファインダーベイステージではモアナのセルフィー。距離はあるもののしっかりお話できました。モアナありがとう。こちらのステージはモアナ専用。モアナコール・オブ・ザ・シーが上演されます。映画モアナと伝説の海の物語をプールを使いながら表現。See you out there, Moe. See you out there, Moana. デッキ17のピクサーマーケットレストランの中央からも少しだけ見えました。ちなみにショーがないときはプールとして利用できます。ソファー席の後ろにも小さいのを発見。そんなモアナの世界観広がるウェイファインダーベイには有料のウェイファインダーバー、モアナに登場するカカモラやティフティ、マウイの名前が入ったモクテルもありました。モクテル片手にくつろぎながらモアナのショーを見るのも贅沢なひととき。ディズニークルーズライン限定の南国らしいシッパーも販売されていました。夜になるとちょっぴり大人な雰囲気。ソファーでチルするのも良さそう。あ、そうそう、モアナといえばイマジネーションガーデンにあるクイックサービスレストラングランマタラズキッチンをお忘れなく。モアナのおばあちゃんタラのレストラン。
太平洋やアジア地域の風味豊かな料理を楽しめるこちらのクイックサービスレストラン。店内はモアナ一色。オープンしてすぐに利用しました。モアナをモチーフにしたグランマタラキッチンにやってきました。ブラックペッパーポークとチキンライス、そしてキムチをトッピングしました。で、横には揚げ豆腐みたいなのも取ってもらいました。オセアニア料理になるのかな。モアナモチーフやからこういう感じのお料理をいただきます。他のレストランまだまだ回れてないのでちょっと少なめに取ってもらいました。量のね指定言ったら多めとか少なめとか入れてくれます。では、いただきます。あ、ちょっとピリ辛。お米食べれるの嬉しいね。日本のキムチに似てるかも。そこまでキムチは辛くない。ブラックペッパーポークの方がなんかペッパーのピリ辛さはあるかも。美味しい。モアナといえばウェイファインダーベイ、マーベルといえばマーベルランディングと大体の作品ごとにエリアがありますが、たまに違うエリアも関連施設があったりするので移動にバタバタです。グランマタラの向かいイマジネーションガーデンにあるもう一つのクイックサービスはモーグリーズ・イータリー。アドベンチャー号で唯一のジャングルブックの世界観。インド料理を中心にベジタリアンや本格的な地域料理が気軽に楽しめます。驚いたのはカレーの種類。私これ全種類食べるのはほぼ不可能なんですけど、カレーの他にもナンやライスも選べます。ガーリックナンとタンドリーチキン、何かしらのカレーを注文忘れちゃいました。3種類しか食べてないんですけど、多分ここの料理どれも美味しいと思います。小腹が空いた時にちょっとずつ注文できるのがクイックサービスのいいところですよね。ここでお腹いっぱいになった私たちはお昼寝タイム。午前中ダフレのセルフィーだったガーデンステージではミッキー&フレンズに交代。せっかくなのでキャプテンミッキーと撮ってもらいました。エレベーターを待っているとこんな出会いも。ディズニーパークにはないクルーズらしい場面です。キャラクターが出てきてすぐは多くの人が集まっていますが、15分くらいはいてくれるので最後の方は撮りやすかったです。まさかあれは私たちが乗船前に購入したキットに入っているあのゲームではないか。これってさ、こういう感じで並んで使うんやね。向かい合わせにして。そうそう、2つあったもんね。ということでやってみました。ここでプルートに遭遇。3泊4日のクルーズでこんなにもキャラクターに会えて同じ時間を過ごせるってディズニークルーズってすごいですね。船内でもキャプテンミニーやシンデレラにも会えてこの船に乗れて幸せです。
夕方にはいよいよ楽しみにしていたガーデンステージ3日目のメインショー、アベンジャーズアッセンブル。おお、スタンリー氏も登場。アベンジャーズが大集合。アクションシーンも圧巻です。ブラックウィドウかっけー。スカーレットウィッチのこの表情を見れるのは特等席ですね。このエリア全体がステージとなった大規模なショー。乗船中一度しか鑑賞タイミングが合わなかったので見逃したくないショーの一つです。忘れてはいけない最後のエリア、デッキ10アフト、ディズニーディスカバリーリーフ。イマジネーションガーデンとウェイファインダーベイの間にある海の物語をテーマにしたレストランが多いエリア。このエリアには無料のクイックサービスレストランが2店舗。2日目に紹介したコズミックケバブともう一つ、クイックサービスで一番人気、いつも行列ができているスティッチのお花グリル。映画リロ&スティッチの世界観がモチーフ。実はなお往路の機内で初めてスティッチを見たらしくハマっていました。サーフボードにウクレレ、涼しげな色合い。よく見てみるとスクランプを発見。厨房にはスティッチが。いたずらしないでね。ハワイを感じる店内ではハンバーガーが提供。それは人気なはずです。ディナー前の19時はスムーズに入店できました。注文はもちろんスティッチの試作品ナンバーと同じザ626。初めて来たらこれでしょう。メニューにもこだわりきるディズニークルーズ大好きです。めっちゃ美味しかったです。ポテトだけの注文もできるから小腹空いた時にも良さそうです。お花グリルの横にはなんだか怪しげなお店、ビウィッチングボバ&ブリューズ。映画リトルマーメイドのアースラがモチーフのお店。スムージーやボバドリンク、バブルティーが提供されるんですが、私ここてっきり無料のクイックサービスだと思ってたんですけど、全て有料でした。ずっと気になってたんですが、飲むタイミングを失ったまま下船となってしまいました。残念。ディスカバリーリーフにもドリンクステーションが。内容はイマジネーションガーデンとほぼ同じ。デッキ17にもドリンクステーションがあるんですが、そこにはコーヒーやホットチョコレート、ミルクもありました。低層デッキには有料のカフェやラウンジでコーヒーが楽しめるので、無料のコーヒーはなかったんですかね。デッキ17は遠かったので、コーヒーはお部屋で飲む機会が多かったです。ディスカバリーリーフ、唯一のショップはトレジャーアントールド。華やかで涼しげなこのお店にしかないシンガポールのデザイナーとアドベンチャー号コラボのグッズ。スポーツウェアやブランドバッグなどもありました。ディスカバリーリーフを進むと、なんだか涼しげなイタリアの雰囲気。タベルナポルトロッソ。映画あの夏のルカにインスピレーションを得たイタリアの海岸沿いの素朴なスポーツバー。私今回アドベンチャー号にルカのレストランとバーがあると聞いて機内で見ました。あの映画好きです。夏の友情、ルカ泣ける。なんで今まで見てなかったんやって思うのと、今回見てよかったって思いました。見た人にはわかるこの世界観、ゴルゴンゾーラ。ルカ熱が最高潮の私には刺さりました。サンタペコリーノ。ウーボージさん、こんなところに。こちらがポルトロッソです。出ました。ルカとアルベルト憧れの赤いベスパ。これだけでもう十分。2人が思い描いたイラストに、これはシーモンスター？メニュー表も可愛いのでぜひ現地で見てみてください。オープン前でも開放されていて、日中は大人向けのノンアルコールのイベントもやっていました。私アドベンチャー号での心残りは、このバーでポルトロッソカップを飲めなかったことです。なぜか行くタイミングを作れなかったんです。次乗る機会があれば絶対飲みます。ジローラモトランペッタ。もう一つ
ルカの世界観を楽しめるレストランがパロトラットリア。入り口にはあの夏のルカの絵が飾られています。パロはディズニークルーズの大人専用プレミアムダイニング。店内は2フロア吹き抜けの開放感ある落ち着いた雰囲気。ルカとアルベルトがジュリアの隠れ家や塔から見た夜空、宇宙のイメージでしょうか。あの小さい光はイワシだよ。なおはルカを見る時間が作れなくて、私たちめっちゃ温度差ありました。帰国してから一緒にルカを見たんですが、結構後悔してましたね。もう一回アドベンチャー号乗るぞって言ってました。パロトラットリアの横、ウェイファインダーベイへの通りに面したパロカフェ。ポルトロッソのイメージらしく明るく陽気な雰囲気のカフェ。コーヒーやクロワッサンロールが有料で楽しめます。ポルトロッソの向かいにはマイク&サリーズフレーバーズ・オブ・アジア。モンスターズインクをテーマにした日本食を中心にアジア料理が体験できるプレミアムダイニング。モンスターズインクといえばマイクとセリアがデートするお寿司屋さん、ハリーハウゼンズ。入り口にはその絵がやはり意識されたものなのでしょうか。店内は日本式ステーキハウス、鉄板焼きルーム、おまかせスタイルのダイニングバー、そして寿司刺身レストラン、4つの異なるダイニングを体験できます。これは日本の方の予約も多そうですね。最終日のターンダウンのコーナーです。見てください。今日のタオルアート、ゾウさん、お猿さん。今日はこの子たちと過ごすそうですね、最終日はね。ほんまにさ、なんかライオンキングの世界じゃん。そうだねベッドメイキングの方ありがとうございます。ありがとうございます。ディズニーアドベンチャー号最後のローテーションダイニングはアニメーターズパレット。テーブルに何か置いてある。席に着くなりお絵描きタイム。こんな感じになりました。ちなみに全部この色で描くのはおすすめしません。どうしたらこんなに上手に描けますか？教えてもらいながらやったらこんなに上手に描けるのになんでなんでしょう。画伯タイムが終わり、お料理のオーダー。お皿もかわいい。お料理を待っていると、ただ絵が飾られていたダイニングルームが大変身。キャラクターたちが動き出す。絵に命が吹き込まれアニメーションになる瞬間です。パンが提供。お料理はスモールプレートからドラゴンロールとワンタンスープ。あ、プーだ。乗船中階段で見つけたプーの絵。船内には絵がいっぱい飾ってあって階段使うのも楽しくなりました。やっぱり愛おしい。アントレの豆腐ポキ、ホタテのリゾットが到着。ここに登場するアニメーションのほとんどはレストランや料理、食事シーン。食欲もそそられます。もう全部好きなシーンです。とここで大興奮のイカボード。ディズニーカリフォルニアアドベンチャーのウギウギバッシュのパレードにも登場するディズニーアニメーションにおいて大切な作品。教え子の家行ってごちそういただくの本当面白い。感激です。デザートに裏メニューのミッキーシェイクバーをいただきました。最後にはミッキーによるサプライズ。これは現地でお楽しみください。担当の方にチップも渡せてハッピー。夕食後は急いでお部屋へ。寂しいですが明日の下船に向けてお片付け。初日につけていたプーとズオーのぬいぐるみチェーンとダルマムーシューがどこかのファミリーのもとへ行ってしまいました。悲しい。でも私たちにはこんなにも素敵なピクシーダストやギフト。楽しかったです。皆様ありがとうございました。下船日前日の夜10時までに専用タグをつけた荷物を廊下に出しておくと明日荷物を持たずに下船できます。
このために急いでいました。最後の夜、ガーデンステージでは何やら人だかりが。皆さんヘッドホンつけてる？みんなノリノリなんだけど。サイレントディスコパーティーです。ヘッドホンしてうるさくないように、聞いてる人だけが乗れるっていう。すごいね。いいね。確かにこのベランダがある人たちにとってはいいアイディアだ。最後まで楽しませてくれるディズニーアドベンチャー号ありがとう。明日はいよいよ下船。3日目の動画はここまで。4日目の朝食下船の様子は総集編と一緒にお届けします。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。